仕事で日本語を使っていて言葉はわかるのに何を求められているのかわからない。そんな経験はありませんか？単語も文法も知っているのに行動するのにどうしたらいいか迷ってしまう。今日は仕事の場面でよく出てくる少しわかりにくい日本語の話し方について一緒に考えてみたいと思います。こんにちは、もえです。このチャンネルでは日本語学習者の方が日本の生活、仕事、会話になれるためのポッドキャストです。教科書にはあまり載っていない日本語や日本生活についてのいろいろなテーマについてお話ししています。仕事の会話ってはっきり言わないことが多いなぁと感じることがあります。皆さんはそう思ったことはありませんか？特に仕事の進め方。これでいいのかな？もう一歩何かした方がいいのかな？そんな風に考える時間ありませんか？例えばこんな会話です。昨日は会議ちょっとダラダラしましたね。そうですね。私も少しモヤモヤしていました。じゃあ今日はざっくり方向性を決めて、あとはじっくり考えましょう。わかりました。今日の会議のための資料はパパッと作って後でさっと確認しておきますね。いいですね。でも数字はきっちりお願いします。はい。ただ今日は会議が多くて正直ちょっとバタバタしています。ですが会議にはギリギリ間に合うと思います。無理しないで。できるところからどんどん進めて、大変ならぼちぼちでいいですよ。ありがとうございます。この企画、条件にもぴったりですし、チームも今バリバリ動いています。資料作りも頑張ります。それはいいですね。ずっと止まっていた話が進みそうで、私もすっきりしました。この会話には何がダメだったのか、何を直したいのか、はっきりした説明はありませんでしたよね。でも、時間が長かった。話が広がりすぎた。結論が出なかった。そんな雰囲気はなんとなく共有されています。仕事の場では、誰かを強く否定したり、空気を悪くしたりしないように、柔らかい言い方が選ばれることがあります。はっきり言わない代わりに、ネイティブがそれぞれなんとなく共有しているであろう言葉を使っているんです。この言い方、実はとても多いです。先ほど出てきたようなこんな表現。今日はざっくり方向性を決めて、あとはじっくり考えましょう。ここで大事なのは、実は今日何を求められていないかです。必要なことは何なのかではなくて、何が必要じゃないかということですね。完璧な資料、細かい数字、最終決定。これらは今日はまだ必要ではないというサインでもあります。じゃあここで少し皆さんも考えてみてください。ざっくりお願いしますと言われたとき、皆さんはどこまでやりますか？自分の中でここまででいいかなと考えた経験ありませんか？他にも仕事の日本語では感覚的な言葉がよく使われます。パパッとやっといて、さっとやってね、きっちりやってね、ぼちぼちでいいですよ。バタバタしています。これらは時間や量を正確に示しているわけではありません。ここは軽めでいい。ここは丁寧にしてほしい。そんな温度感を伝える言葉なんです。少し難しいですよね。これらの言葉を使うとき、話している人も実は細かく決めていないことが多いんです。その場の状況や相手との関係を見ながらこれぐらいかなと調整しています。皆さんが今まで働いた職場では、こういう曖昧な言い方はありましたか？それとも期限や数字をはっきり言ってくれる方が普通でしたか？他にも仕事で聞く言葉に無理しないでという言葉があります。これ文字通りに無理しないでと捉えると、本当に仕事を休んでいいのかなと思うことがあるんですが、これは何もしなくていいという意味ではないことが多いんです。もちろん、本当に熱があって具合が悪いときはお休みをしてくださいね。でも、無理しないで仕事をしてくださいとかであれば、体調に気をつけながらできる範囲で、でも進められるところは進めよう。そんなニュアンスが含まれています。
こうしてみると仕事の日本語は指示を出すというより状況を共有する会話に近いと感じます。ですから言葉だけ聞くと足りなく感じるんですよね。もし今仕事の日本語がわかりにくいと感じているなら、それはとても自然なことです。仕事の中で今日の話で出てきたような曖昧な言葉が出てきたら、ぜひ文脈も一緒にメモしておいてください。この感覚は時間をかけて少しずつ身についていきます。そしてこの曖昧な言葉、実は仕事で一番大切なことは、わからないことは必ず聞くということです。曖昧な言葉が出てきたとき、どのくらいの期間で、どの程度のクオリティのものを、どんな気持ちで、などわかりませんでしたよね。これ、私も新人で入ったとき、あまりわかりませんでした。しかし、これ必ずわからなければ聞きましょう。わからないまま仕事を進めると、この後、上司や仲間とすれ違いが起きて大変なことが起こってしまいます。ですから、今のような曖昧な言葉、どれぐらいの期間で、どの程度のクオリティのものを、どんな気持ちになっているかなど、このようなお互いが伝えたいことを理解するためのコミュニケーションが本当に大切です。おそらく相手はこのような曖昧な言葉を具体的に説明できないかもしれません。でも言いたいことがなんとなくわかればお互い歩み寄ることができますよね。それによって仕事が楽になってくるかもしれません。最後にこのポッドキャストの途中で出てきた会話の意味を分析してみましょう。まず最初の一言です。昨日は会議ちょっとダラダラしましたね。ここで上司は会議が良くなかったと言っていますが、誰のせいか何が悪かったかは言っていません。このダラダラは時間が長かった、話が広がりすぎた、結論が出なかったなどをまとめて表す言葉です。はっきり注意するのではなく、一緒に振り返ろうというトーンになっています。この後の少しもやもやしていました。部下のこの返事もとても日本語らしいです。不満がありますとは言わず、もやもやという曖昧な言葉で気持ちを柔らかく伝えています。自分の気持ちがすっきりとしない、つまり気持ちがいい気持ちではないという状態をもやもやしていますという表現で表しています。そしてその後、今日はざっくり方向性を決めて、あとはじっくり考えましょう。この一文、実は結構大切です。ざっくりとじっくりがセットで出ていますよね。これは、今日は細かいところまで決めない。でも何もしないわけではない。方向だけは共有したいというメッセージです。ざっくりというのは、大まかにという意味です。そしてじっくりというのは時間をかけてという意味になります。そして完成ではなく方向性がゴールだという合意を作っています。資料はパパッと作って後でさっと確認。ここでも時間は言っていません。パパッとさっとというのは速さという意味もありますが、力の入れ方を伝える言葉でもあります。完璧じゃなくてもいい。でも、雑すぎてもダメ。まず形にしよう。そんなバランスを表しています。その後に出てくる、でも数字はきっちりお願いします。ここで初めて、ここは大事というポイントが出てきます。全体はざっくりでいいけど、数字だけは正確に。きっちりというのは正確にというような意味ですので、でもでつながっている前の文は正確じゃなくてもいいよということになりますよね。日本語の仕事ではこうやって大事なところだけ強く言うことがよくあります。その後に出てきた今日はちょっとバタバタしていますという表現。部下は忙しいと言い訳するのではなくて今の状況を共有しています。今私は忙しいですということを本当は言いたいんですね。その後に、でもギリギリ間に合うと思いますと続けていますね。ですからやる気はあるという姿勢も見せています。ギリギリというのは期限のすぐ近くという意味です。その後無理しないでぼちぼちでいいですよ。この言葉、本当に何もしなくていいという意味ではありません。体調に気をつけて、できる範囲で、でも止まらないで、と先ほど説明したような内容になります。チームも今バリバリ動いています。
このバリバリというのは前向きで勢いがある状態を表しています。大変だけど今は順調ですというアピールにもなっていますし、最後に上司が言った私もすっきりしました。これ、最後に上司が言うことで、この会話ポジティブに終わりましたよね。問題はいろいろあったけど、前に進めそうだという安心感が出ています。この会話から見えることとしては、はっきりした指示や数字はほとんど出てきませんでした。でも、今の問題、今日のゴール、どこが重要か、相手への配慮、今の気持ちも含めて、これ言葉の選び方から伝わってきています。文脈によって言いたいことが変わる可能性があるので、先ほども言ったように文脈も一緒にメモしておくと、どんな意味だったのか、後でまとめて見返せるのでいいですよ。今のような言葉、ショートでも流していますので、ぜひご覧ください。皆さんが仕事の日本語でこれは分かりにくかったな、どう動けばいいか迷ったなという経験があったら、ぜひシェアしてくださいね。